ともうこれともうこの4つと、あともう一鍋にも入れといて。今日のちゃんこは何ちゃんこになりますか？そうですね、今日のちゃんこは、味噌ちゃんこと醤油ちゃんこ。あ、2種類あるんですか？今回は2種類を、作っていきます。はい。で、味噌ちゃんこの方の担当が稀勢の海です。はい。で、醤油ちゃんこの担当が肥後の龍です。はい。よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。今日は何人前ぐらい作るんですか？今日そうですね、大体400ぐらいですかね。400人前。はい。具材は何になるんですか？具材ですか。はい。今回、結構差し入れいただいたので、差し入れを人参と玉ねぎともう一回人参とはい玉ねぎとしいたけ、えのきしめじで、あと白菜キャベツです。で、あと豚肉ですね。はい。はい、その8種類を入れて作っていきます。わかりました。はい、はい。よろしくお願いします。お願いします。ひまかむれでした。今噛んだっすね。噛んでない。ひまかむれでした。噛んでない。ヒムです。ヒムコマンはあひどい。噛んだよりひどい。噛んだことにしといて。いやもう全部放送されるの。今のちょっとカットされる。いや無理です無理です。頑張ろうぜ。あとみりんもある。はい。はい。近い。味噌ちゃんこっすか？味噌と醤油。あ、2種類ですか？うん。よく考えたら。この味噌なんか普通の味噌じゃないみたいな。ちょっと面白い味噌ですよね。麦味噌。熊本の味噌とかそういうことあるんですか？あ、熊本の味噌ですね。熊本の味噌。はい。こんなもんかな。でもトモさんの見てたらもうちょいな気がする。でもまあまあ入れてますよ。まあ、さっきのこれにも入るからな。じゃあいいや。それに作って移すんですか？そういうわけじゃないですよ。うん。ほっ。やっぱあれですね。みゆきさんがいなくなってきたからもう部屋お菓子めっちゃ余るっすよ。ゆきさんはだいぶ食べてた。今までどんなに食ってこんなに入ってるね。で、えのきもある。それは舐めてる。今回結構具だくさんですね。そっちにゴミ買いましたね。塩とびちょっと。こんなもんですか？まだまだですか？
1人のが3杯4、5でね。いくよ、せーの。トモさん邪魔。邪魔の邪じゃないの。最後なんか超具だくさんになっちゃう気がする。と思うな。はい。こんなですよ。びっくりした。玉ねぎぶち。もうちょっとや少なめでいいですよね。うん、ちょっと少なめ。肉も入れちゃうで。味噌と醤油って言ったらね、これカレー味がするけど。その最後隠し味でカレー入れたのかなと。味噌ちゃんこで隠し味でカレー入れたらもうカレーですよね。カレー。しかも隠せてないしな、カレーなんて。渡辺さん、はい料理ってはい。どこで完成すると思います？どこで完成するんですか？作ってお客さんに食べてもらう、はい。それで終わりじゃないんですよ。違うんですか？料理作ってお客様に提供してお客様の笑顔を見た時に料理って完成するんですよ。なるほど。笑顔ですね。僕はまだその笑顔を一度も見たことがありません。次は逆や。ちょっと塩分が高いな。修二さんが味付けしてるのって初めて見ましたね。なんかやってないみたいな言い方しないでください。いや、やってるのかもしれないですけど、あんまり多くはないですよね。まあまあ回数はそうですね。だって食べるのが専門ってよく言ってますもんね。基本的にはでも本当作らないんですけど、作れないわけじゃないんですね。作れないもあるんですけど、でも作ろうと思えば作れます。ですよね。まあ、要は自分好みの味付けにしたければこれが足りないとかは分かるんで。ああ、なるほど。じゃあ貴重なシーンですね。確かに。でもちゃんこ作ってるとこは確かに珍しいですね。でこれ一回汁を一回全部捨ててまたお湯入れて一回鍋をきれいにしてから洗い作り直します。よく意味が分からない。捨てる意味は。かっこよく撮れてますか？もちろんです。そろそろ僕の講習会やらないといけないですね。何の講習会ですか？未来の子供たちに向けて。何を教えるんですか？で僕不意に思う時があって、はい。なんかスポーツ選手とかもなんかやっぱ成功した人たちが本を書いたりとか、はい。まあもちろんその結果を出してるからこそ説得力があるわけじゃないですか。はい。でもまだ成功してない人たちはい。がなんか教えれることもあると思うんですよ。僕はいはいは未来の子供たちにい。はい。その立場をやっていこうかなと。それは本気で言ってるんですよね。半々ぐらいですかね。もう付き人ついてないからでも本当あれですね、新鮮ですね。ああ。いつもあれですもんね。金峰山関の。はい、いつも付き人で場所なんで、この部屋に残ってる人たちの大変さ、ああ。いつもありがとうございます。ちょっと変わってもらっていいですか？あれ自分の取り組みがある日ってはいそのまま会場にいるわけじゃないですか。はい。その時ってなんか控室みたいなとこあるんですか？控室ってもちろん
支度部屋で支度部屋で。我々は待機ですよ。あ、そうなんですか。でまあ今コロナ明けて規制がないんですけど、はい。国技館だったら近くの両国とかでご飯食べに行ったりとかで、まああとはまあ支度部屋でまた待機してとか。へえ。じゃあ結構待機してる力士たくさんいるってことですよね。ああもう多いですもち取り組みないときはろん。一緒に関取と一緒に行くって感じですね。はい。出して出まくってんのか。多分それで美味しいのよ。いやもうなんならもう豚骨ラーメンかっていうぐらいうまいですこれキノコやな。これキノコや。キノコっすわこれでも本当にキノコたくさん入ってるんですよね。ー。はい。やっぱり出汁が出るんですかね。キノコの出汁いいな。あ、これ白菜入れやなあかんねや。もういっぱいいっぱいですよ。いっぱいですよ。はい、ということで大阪場所千秋楽パーティーのちゃんこが完成しました。終了お疲れ。今日はですね、もうともさんの出番もなく僕一人でやりました。ありがと突っ込んでください。ともさんが醤油ちゃんこを作って、自分と真宙と長村で元力士の最上錦さんに少し手伝っていただいて味噌の方を作りました。大阪場所の千秋楽パーティーではまあ一応2種類の味が楽しめるということで、じゃあ本日これをもって、千秋楽パーティーのちゃんこ作り終わりたいと思います。お疲れ様でした。うよっ。お父さん呼ぶで。思った。一回置く。せーの。卵も好きなんで。修正ちょっと最初全然対応ないよ。暑さに対応。共同作業。これどうしたらいいですか。それではチケットをやっていきます。申し訳ございません。すみません。40キロだ。これ7枚分になります。あ、よろしくお願いします。では改めまして、木瀬部屋のますますの発展、そしてまた金田社長様はじめ大阪後援会の皆様方のますますのご隆盛とご繁栄を記念いたしまして、これ高らかにご唱和くださいませ。乾杯。乾杯。ありがとうございました。手疲れた人。
汁ばっかりですよ。そちら上谷さんに言われたとこはもう一つだけ。いらっしゃいませ。どうぞ。ありがとう。今カメラ増しです。カメラ増し。今もしもし、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。おはようございます。ナベさんこっちに入れてもらいます。どうぞ。おはようございます。こっちは味噌飯、向こうが醤油。サヒロさんの作った味噌、ヘディ美味しくないですか？今洗ってますとか言って、さっき1本持ってきましたって言われたけど来てないよね。マグネットが入っている、膝掛けになっています。もしその番号を呼び上げて、前に何個か呼び上げるんですが、前にいらっしゃらない場合はちょっともう除外させていただきますので、番号が呼ばれたら前の方に来ていただく感じでお願いします。で、分かりやすいように276番おめでとうございます。前の方お願いします。218番218です。解禁したって言わないと。218番の方、使ってるの218番の方、おめでとうございます。次いきます。101番、101番、おめでとうございます。次いきます。75番の方よ。おめでとうございます。大丈夫です。あと3つ。はい、わらび餅あと3つとなります。あと2つとなります。いきます。97番。229番。229番の方。次いきます。10番。10番の方。ありがとうございます。すみません、またちょっと力士外にいる人が聞こえないかもしれないので、外でまた何番かっていうのを呼びかけてください。それではいきます。22番、22番、ありがとうございます。次いきます。150番、150番。23番、23番の方。言おうと思ってああ、なるほど。はいそれは似てるってことですか？はい似てるっていうあれでなるほど大間のマグロバージョンです大間のマグロバージョン。はいあ、今開いた？ここれで終わるんや。れはいあれこれダメだったら大間のマグロバージョンで東北軍で。はいありがとうございますはいどこに売ってる？どこに売ってる？青森空港で次いきます。245番、245番です。おめでとうございます。あと何個？
ます。全部で19枚ぐらい切っていきます。いきます。124番、124番、166なんですが、いませんか、166番の方。おめでとうございます。前の方お越しください。次いきます。220番。続いた審判に泉智弘様にお願いします。よろしくお願いします。毎年本当に大変僭越でございます。江坂が地元でございますので、ご指名ということで、大阪締めで最後を進めさせていただきたいと思います。それでは、木瀬部屋力士のますますのご活躍と、そして木瀬部屋のご発展、本日ご参集皆様方のご健勝とご多幸をお祈りいたしまして、大阪締めで締めさせていただきます。打ちましょう。もう一つで岩手さんとありがとうございました。だんだん褒めなってきてよろしくお願い申し上げます。では以上をもちまして、木瀬部屋大阪場所千秋楽パーティーをお引き出しとさせていただきます。皆様本日は誠にありがとうございました。それでは皆様準備お開きにステージをお進みください。食べられへん。食べてくだ写真撮ってください。はい。いい感じで写真撮ってください。眩しい。来週末も帰っちゃってるんで、多分すぐ来週順当に寂しい。僕大阪場所で実家近いんで、今から実家に帰るんですけど、ちょっとあまりにも寂しくて今泣いてます。行かないで。顔見してる。結局それ誰の真似だったの？鳩岡さんっすよ。見ればわかるじゃないですか。いやなんかモノマネうまいんですよ。いろんな人の特徴を抑えてるんですけど、たまにこういうなんかハンドル急に切るときあるんですよね。ちょっと誇張しすぎたね。いやでも誇張というかもうそのものがなくないですか。なくなってる。周さんはもう帰るの？自宅に帰っちゃう。自宅っておかしいけど実家。実家っす、実家。実家に帰っちゃう。でまあ1年に1回帰って母親も YouTube 見てるわけですよ。で僕稽古してる時映ってるのが少ないわけですよ。私生活は多いのに。だからあんた稽古してんのっていつもお母さんに言われるんです。タイミングが悪いんやって言って。その話してます。最後の車があるけど。それの。行きましょう。はい。
下空いてます。よしよし余裕で乗ってる。